んにちは。今日はこちらです。なんと GoPro Hero 13のほぼ半額で買えてしまう新型 GoPro Hero です。イントロの映像も全てね、これで撮影しました。今日はこのカメラを詳しく紹介したいと思います。まず外観とかスペック、設定、メニューなどをお見せします。それから Hero 13との比較映像ですね。手ブレ補正とか色味とか画質などをお見せしたいと思います。で、機能が省かれている分、アプリでいろんなことをするようになってますので、アプリの使用感、連携がどんな感じなのかというのもお見せしたいと思います。で、最後に簡単に私なりのまとめもお伝えしたいと思います。では早速外観と見ていきたいと思います。まずパッケージなんですけど、こんな感じで非常にシンプルです。で、付属品は充電ケーブルとマウントが一通りついてきます。で、初回起動時はスマホでアクティベーションしてアップデートなどをします。で、サイズなんですけどね、非常に小さいです。親指サイズとは言いませんけど、親指2本分ぐらいのね、サイズになっています。ヒーロー13と比べるとこんな感じでね、かなり違います。ヒーロー13の半分よりは大きいですけど、容積的にはね、半分ぐらいかなと思います。半分以下かもしれないですね。で、重さもほぼ半分ですね。半分強になっています。86g です。とにかく受け取った時に、想像以上に小さくて軽くてね、驚きました。でですね、外観上の特徴なんですが、まずここに電源スイッチがあります。で、ここがシャッターボタンですね。で、前には液晶はありません。こうちょっと放熱性の良さそうなボディになっています。ここはレンズカバーなんですが、こんな感じで取り外すことができます。そして液晶はこんな感じになってますね。1.76 インチの液晶ということです。で、マウントは従来からあるこういう折りたたみ式のものです。三脚ネジの穴とか、今年ヒーロー13についたこういったマグネット式のものにはなっていなくて、もともとあるマウントですね。サイドのここを開けると、これも防水カバーなんですが、SD カードですね。SD カードと、あとは USB-C 端子がついています。で、撮影自体はもう本当にここを押すだけです。むちゃくちゃ簡単にできます。でですね、設定もとても簡単です。今ビデオになってるんですが、スローモーションと、あとは写真だけです。で、それぞれのモードの中の細かい設定とか色味の変更とか HDR とかタイムラプスとかそういったものも一切ついていません。なんなら手ブレ補正もね、ついてません。本当にシンプルです。上からスワイプしてくると、ダッシュボードが出てくるんですが、この辺は大きい方の GoPro と似てるんですが、ストレージの状況とか、クラウドへのアップロード、そしてここで簡易に設定ができるんですが、音声コントロールとかビープ音とかスリープ、それから方向ロック、これが面白いんですけど、バッテリーセーバーっていうのが搭載されていて、これをオンにすることで通常はビデオは 4K30 か24も固定なんですけど 1080p になります。で、スローモーションも 2.7K60 固定なんですけど、それが 1080p のスローモーションになります。実質的に画質のコントロールができるのはここだけかなと思います。で、あとはですね、こっちにスワイプでちょっとした設定が出てくるんですが、ここもね、むちゃくちゃシンプルですね。ユーザー設定を見てもね、もうアップロード、接続、一般、音量とかね、その辺ですね。それから音声コントロール、ディスプレイ、地域、時間とか、その程度ですね。ほとんどいじることないですね。むちゃくちゃ簡単になっています。で、あとはこう下からスワイプしてやることで撮影したものを見ることができます。液晶の反応も悪くないですね。スペックとかどうでもいいとは思うんですけど、一応スペック的なものを言うと、F 値が 2.3 のレンズです。で、35mm 相当の焦点距離が 15mm になっています。で、防水は5メートルですね。で、バッテリーは内蔵式で取り外しができないんですが、エンデューロバッテリーで 1255mAh になっています。そのぐらいでしょうかね。あんまり気にすることはないと思います。で、あと皆さん気になるバッテリーの持ちなんですけど、4K30 で撮影した場合、30度ぐらいの中で、室内で撮影したんですけど、90分ぐらいはね、撮影することができました。特にオーバーヒートすることもありませんでした。で、1080p に落としたら、2時間半ぐらいは普通に撮影ができました。
あんまり長回ししてそうやって撮影するカメラではないかと思うんですけど、一応そのぐらいは撮影ができました。じゃあ次にですね、このヒーロー13との比較映像をお見せしたいと思います。ではどうぞ。でまず止まった状態で比較をしてみました。 4K 同士の比較になります。ヒーロー13の方はカラーはナチュラルで設定してやります。ヒーローの方はそういった設定はないので、おそらくビビッドかなと思います。どうでしょうか。こうやって見る限りでは、画角はですね、ヒーロー13のこれ広角なんですけど、それよりも若干広く映ってるような感じがします。色味に関してはちょっとビビッドとナチュラルの比較なのであんまり比較にはならないんですが、明るさは13の方がちょっと明るく映ってるでしょうかね。暗いところも明るく映ってます。それでいて空もねちゃんと映ってますね。でこれは 5.3K との比較を今しています。このぐらいのサイズで見ると 4K も 5.3K もあんまり差は感じないんですが、はっきり言って違いはあまり感じませんね。これはですね、ヒーロー同士の比較なんですが、アプリで手ブレ補正を処理した後とする前ですね。処理といってもただ読み込んで書き出すだけなんですけど、このぐらい違いが出ます。で次はスローモーションなんですけど、 2.7K60 を24フレームに落とすとこんな感じになります。本格的スローモーションとまではいかないんですが、このぐらいは撮れます。でこれがですね、ヒーロー13の 4K120fps ですね。5倍スローモーションになります。これは今回追加された 400fps ですね。 720p になるんですが、このぐらいスローモーションにもできます。これはちょっと近くのものを撮影したんですが、松の葉っぱがやっぱりビビッドだとちょっとビビッドすぎますよね。これは編集アプリの中で色味の変更とかできるかと思います。でこれは逆光状態なんですが、こんな感じでちょっと差が出ます。これはですね、ススキを撮ってみたんですが、どちらも 4K ですね。あんまり差はないでしょうかね。これは歩きながら撮ってみました。色味は違いますけど、画質という意味ではそれほど差を感じないんじゃないでしょうか。これもそうですね。うわ、すごい虫。うわ次はちょっと手ブレ補正なんですが、走りながら撮影をしてみました。どうでしょうか。これも持って適当に撮ってるんですけど、13よりちょっと安定してたでしょうか、ね。これもですね、後ろからちょっと暗いところで走って追っかけてます。やっぱちょっと画質が落ちるでしょうかね。暗くなってくると13の方がいいかと思いますが、そんなに大きな差はないでしょうかね。100% で比較してみるとどうでしょうかね。若干ヒーロー13の方がやっぱり綺麗でしょうかね。こうやって止めると背中の凹凸具合とかもね、13の方がより豊かに表現されてますね。肌色の部分とかもね、ノイズが少なくてより自然な感じでしょうかね。でも比較したらの話で、ヒーローの方もね、ほんと綺麗ですよね。値段半額でこのサイズでこれだけ映ればいいんじゃないでしょうかね。いかがでしょうか。皆さん感じ方それぞれかとは思いますが、このような違いがあるというかないというか、そんな感じです。次にですね、この GoPro のサブスクリプションとアプリについて説明したいと思います。GoPro のサブスクは初年度3000円で通常6000円です。でさらに今年からプレミアムプラスっていうのが始まって、これじゃもうちょっと高いんですけど、もうちょっとサービスが充実しています。で何ができるかというと、カメラが多少安く買えたりということもあるんですが、カメラを今度使ってきた後に充電ケーブルに差し込みますよね。そうすると、その時に自動アップロードというのを選択しておくと、撮影した映像が全て GoPro のクラウドにバックアップされます。
で今度それをアプリを開いた時に、パソコンでもスマホでもいいんですけど、あたかもそのデバイスの中にデータが入っているかのようにそのデータを見て編集をしたり書き出しをすることができるようになります。慣れるとむちゃくちゃ便利な機能ですね。で今からお見せするそのアプリの中の機能もフルで使うにはこのサブスクに入っておく必要があります。で次にですね、そのクイックアプリをお見せしたいと思います。これが GoPro のクイックアプリです。じゃあ先ほど子供たちが走っていた映像をちょっと例に使いたいと思うんですが、これですね。これ今走ってますけど、もう手ブレ補正が効いています。元々の映像はというと、これです。これ元々の映像でむちゃくちゃブレてるんですけど、アプリ内で開くと自動的にハイパースムーズが適用されて、こんな感じになります。でさらにですね、ここに編集っていうボタンがあって、ここでいろいろ編集ができます。トリミング、フィルター。フィルターっていうのはこういった色味の変更ですね。それから自分でこの露出とかいろいろ設定することもできます。でさらにこのフレームっていうのがあるんですけど、ここは横長映像を縦長に回転させたりっていうこともできるんですけど、これ今16対9の映像なんですが、それを4対3とか、正方形とか、あと縦長の映像にこういう感じで切り抜くということもできます。でここでリニアか広角と選ぶこともできるようになっています。スーパービューとかハイパービューはこのヒーローは対応してないのかなと思います。それからボリュームとかステッカーとかそういったこともできます。自分の好みの感じに仕上がったら、あとは書き出しをするんですが、エクスポートで、そのままオリジナル 4K で HEVC で書き出してもいいですし、他の編集ソフトの中でいろいろ編集したい場合は、画質を落とさないようにこのプロレスっていうので書き出しをしてやればいいかなと思います。書き出しも、パソコンのスペックによるとは思うんですけど、短い映像であればあっという間に終わるので、そんなに苦にならないかなと思います。という感じで非常にシンプルなカメラなので説明することも非常にシンプルなんですが、最後簡単にまとめたいと思います。とにかく見ての通り簡単なカメラです。普通のアクションカメラではいろいろ画角とか色味とかね、HDR とかログとか、とにかく設定が多いんで、どういう時どういう設定するかとか、それなりに勉強が必要なんですけど、そういったこと一切必要ないですね。もう本当ボタンを押すだけで簡単に綺麗な映像がね撮れてしまいますので、本当ややこしいのが嫌だなっていう方におすすめですね。アクションカメラ今どんどん出てきてますし、皆さん私も含めてなんですけど、いろいろ比較動画を出して、細かいこといろいろ比較はしてるんですけど、暗いところだとどうなのかなとか私もねやりますけど、そんなの正直どうでもいいし、暗いところでも撮影なんかしない、そんな話どうでもよくて、とにかく遊びに行く時に気軽に簡単に楽しく撮影したいんだっていう方におすすめのカメラになっています。軽いのでどこかに取り付けて撮影するのもねすごく楽です。ヘルメットの顎の部分とかにつけてもね全然重さを感じないぐらい軽いです。それで物足りなくなってきたらヒーロー12とか13とかその辺にグレードアップするのもいいかもしれないですよね。ということで今日はこの新型ヒーローの紹介でした。詳しい情報は概要欄にリンクを貼っておきますので、またそちらからご覧になってください。今回もご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。